今回はボディ長 55mm の小型バイブレーションを作ります。ウエイトにタングステンシンカーを使い、ルアー先端から露出させることでルアー頭部の摩耗を抑制できるように設計しています。使用するタングステンシンカーは Amazon で購入した約 7g のものです。図面をコピーし、厚紙に貼り付け、型紙を作ります。型紙の作り方は様々な方法があります。あくまでも一例ですので、好みの方法で作りましょう。型紙を使ってヒノキ材に側面形を転記します。側面形のアウトラインに切り出し補助線を書き入れます。糸の小判で切断します。今回はボール板を使ってウエイトホールを加工しますので、ドリルを入れる場所が平面に近い状態でないとうまく穴開けできません。ルアー頭部と腹部を切り出し補助線に沿って糸の小判で切り出すことで穴開け作業をしやすくします。ルアー背面側は型紙で転記したアウトラインに沿って切り出します。切り出し終わるとこんな感じです。カッターでバリ取りしていきます。バリが残ったままだとセンターラインを引きにくくなりますし、バイスに加えた時の固定が甘くなってしまいます。ボール板での穴開け作業中にワークがずれると大きな怪我につながりますので、手抜きせずにしっかりとバリ取りしてください。センターラインを書き込みます。ボールペンの下にスケールを入れ傾斜させます。ワークの天地を入れ替えても同じ高さにインクがつくよう傾斜を調整してから書き込んでいきます。ここでは穴開けに必要な部分だけにセンターラインの記入をしています。センターラインが入るとこんな感じです。型紙からウエイトホール穴開け開始位置をワークに転記します。ボールペンでつけたマーキングをノギスで測定。そのままノギスで穴開け開始面に毛書き入れ、ボールペンで明瞭にしておきます。センターラインとの交点がウエイトホール穴開け開始位置になります。ベリーフックアイ取り付け穴位置も型紙を使ってワークに転記します。ウエイトホール穴開け開始位置と同様にノギスで測定、毛書きを行い、ボールペンで明瞭にしておきます。ウエイトホール穴開け位置、ベリーフックアイ取り付け穴位置に四つ目切りで小穴を開けてポンチの代わりにします。木工の場合、ポンチ打ちで支点を決めると木目の影響でうまくできないことが多いので四つ目切りを使っています。それでも多少はずれますね。バイスに固定し、ボール板でウエイトホールを加工します。使用ドリルは木工用の 5mm と金工用の 3.5mm です。まず木工用ドリル 5mm を使って穴開けします。穴開け深さは 20mm です。ボール板には深さゲージがついています。とても便利です。穴開け深さが大きい場合、一気に目標深さまで掘り込むのではなく、時々上げて切りくずを排出しながら掘り進めます。使用ドリルの直径ですが、タングステンシンカー本体の直径 5mm と付属しているスイベルの幅 3.3mm に合わせたものにしています。金工用ドリル 3.5mm にドリルを付け替え、深さ 27mm まで穴開けします。この深さはベリーフックアイ取り付け穴を超える深さなら問題ありません。ベリーフックアイ取り付け穴の角度を決めるために型紙を使ってルアー背面にマーキングを入れ、取り付け穴位置と背面のマーキングを結び、穴開け補助線を記入します。ワークを再びバイスに加え、ベリーフックアイ取り付け穴を開けていきます。使用ドリルは金工用ドリル 1.8mm です。ヒートンは 0.8mm のステンレスバネ線を予定しているので若干緩めですが、組み立てやすさを考慮した結果です。穴開け深さは 17mm です。糸の小判で不要部分を切除し、
側面系を切り出します。切り出し終わるとこんな感じです。カッターでバリ取りをします。ウエイトホール、ベリーフックアイ取り付け穴周辺を中心に全体のバリをすべて取り除きます。バリ取りが終わったらタングステンシンカーを仮組みし、スイベルを通してベリーフックアイ取り付け穴にヒートンを通せるか確認しておきます。今回はステンレス軟線の 1.4mm を通してみました。大丈夫そうです。組み立て可能なことが確認できたので、側面系を仕上げていきます。いつも通りに切り出し小刀を使って削っていきます。私の場合、ヒノキ材、鋼材を使ってルアーを作る場合が多いのですが、使う木材によって切削難易度が変わります。ヒノキと鋼は切削しやすいと思いますので、ぜひ一度使ってみてください。切り出し小刀で側面系が大体の形に成形できたら、120番のペーパーで整えます。サンディングが終わるとこんな感じです。センターラインを記入します。方法はボールバンデの穴開け前と同様です。ここでは全周に記入します。型紙のルアーアイ中心となる場所に待ち針を使って穴開けします。型紙のルアーアイ中心位置を待ち針を使ってワークに転記します。型紙からラインアイとリアフックアイの取り付け位置をワークに転記し、スケールを使って延長します。センターラインとの交点が穴開け位置になります。この交点と先ほど転記したルアーアイの中心に四つ目切りで小穴を開けます。ボールバンで穴開けします。使用ドリルは金工用ドリル 1.6mm で、まずルアーアイの中心に貫通穴を開け、その後バイスに加えてラインアイ取り付け位置に深さ 17mm の穴開けをし、加える角度を変更してリアフックアイ取り付け位置に深さ 17mm の穴を開けます。ステンレスバネ線の 0.8mm でツイストワイヤー式のヒートンを作ります。まず長さ15センチ程度にステンレスバネ線をカットします。カットしたステンレスバネ線の中央付近を丸ペンチを使って曲げます。曲げ部分をワンステップルーパーでアイの形状に成形します。アイ部分をペンチでかしめていきます。ドリルドライバーに加えてツイストさせヒートンにします。ドリルドライバーがなくても作れますが、ステンレスバネ線は硬いのでペンチなどを使って人力でツイストするのはしんどいです。あるのであれば電動工具を使いましょう。首下 17mm でカットします。エポキシ接着剤を使ってタングステンシンカーをウエイトホール内部に固定します。使用するエポキシ接着剤は30分硬化型です。主材と硬化剤を同じ分量、よくかき混ぜ、ベリーフックアイ取り付け穴内部、ウエイトホール出口及び内部にステンレス軟線を使って塗布します。接着不良を起こさないようにたっぷり塗っておきます。タングステンシンカーにもエポキシ接着剤を塗布し、タングステンシンカーをウエイトホールに押し込みます。タングステンシンカーのスイベルにベリーフックアイ用のヒートンを通すためにステンレス軟線を使ってスイベルの位置を調整します。いらない接着剤を拭き取り、
エポキシ接着剤を塗布したヒートンを差し込みます。はみ出した接着剤を拭き取り、食器乾燥機に入れ加熱・硬化させます。エポキシ接着剤が硬化したら、余分な接着剤をアートナイフで切除します。余分な接着剤の切除があらかた終わったら、120番のペーパーでサンディングします。このルアーではタングステンシンカーの抜け止めにベリーフックアイのヒートンを使っています。接着剤が回っていないところがないかよく見ておきます。型紙を使って平面形を転記します。平面形型紙の作り方はこちらの動画にありますので、興味がある方は確認してみてください。転記された平面形アウトラインに沿って切り出し小刀で切削していきます。タングステンシンカーにできるだけ切り出し小刀を当てないように切削します。ルアー製作途中で研ぐ必要が出ると厄介です。刃を潰しかねない時は替え刃式のカッターやアートナイフで切削します。大体の形に成形できたら120番のペーパーでサンディングし平面形を整えます。平面形の加工終了です。断面形を成形します。切り出し小刀で大体の形に切削していき、大まかに成形できたら120番のペーパーでサンディングを繰り返して仕上げていきます。とは言っても腹側は角に R をつけるだけで、おでこの部分は平面そのまま。実質的には背中側の成形のみに近いので、あまり手間はかかりません。過去に何個かのバイブレーションプラグを作りましたが、性能に大きく影響を及ぼす部分は側面系とウェイト搭載位置、搭載量、ラインアイの設置位置でした。メタルバイブなんかそれらの要素だけでできているような気がします。私レベルでは断面系とか変えてもその差がよくわかりません。それでも使い物になるルアーが出来上がるので、バイブレーションは初心者が最初に作るのに向いているルアーだと思います。ルアーメイキングに興味があるけどちゃんと作れる自信が持てずに二の足を踏んでいる方もいるのではないでしょうか。失敗しても綺麗にできなくても自分で作ったルアーで魚が釣れると楽しいですよ。ぜひルアーメイキングに挑戦してみてください。断面系の成形が終わるとこんな感じです。5mm の木工用ドリルをドリルドライバーに取り付け、アイホールをザります。ザり深さは 1mm ちょっとです。エポキシ接着剤を使ってラインアイとリアフックアイのヒートンを接着します。よく混合したエポキシ接着剤を取り付け穴とヒートンの双方に塗布し接着します。ヒートンが 0.8mm のツイストワイヤーで取り付け穴が 1.6mm なのできつめになっています。奥まで入らない場合はペンチで掴んで押し込みます。はみ出したエポキシ接着剤をティッシュペーパーで拭き取り静置して硬化を待ちます。木製部分の目止め塗装を行います。使用塗料は二液ウレタン塗料パナロックのオートクリアーで、混合比はメーカー推奨値です。
重量比で取材10に対して硬化剤1、シンナー11です。まず筆塗りで1回塗装します。筆塗りが終わったら筆塗りで使った塗料にタルクを混ぜます。動画ではタルクベースのベビーパウダーを入れています。重量比などの混合比は測っていませんが、結構たくさん入れます。タルクは重くかつ溶けることがないのでとります。よく攪拌してからルアーにかけ流します。ルアー全体に塗料が乗るようにルアーの向きを変えてかけ流します。ラインアイなどに溜まった余分な塗料をティッシュペーパーの小よりで除去してから硬化を待ちます。ある程度硬化したら400番のペーパーでサンディングします。タルク入り塗料の目的は銅管を埋めることですから、ここでのサンディングは軽く全体に当たっていれば OK です。金属部分についた塗料は不要なのでアートナイフで除去しておきます。アイホールが埋まりかけているのでダイヤモンドビットを取り付けたリューターで除去しておきます。再びオートクリアーで塗装します。ここではノズル口径 0.4 ミリのエアブラシを使っています。塗料の混合比は筆塗りの時と同一でエアー圧は 0.2 メガパスカルです。塗装が硬化したら800番のペーパーでサンディングし足付けとします。後から塗装する塗料の食いつきを良くするためにルアー全体にしっかりとサンディングします。足付け完了です。二液ウレタン塗料パナロックのオートクリアーでアンダーコートを行います。使用エアブラシはノズル口径 0.23 ミリダブルアクションです。塗料の混合比は重量比で取材10に対して硬化剤1、シンナー16とやや薄めに希釈しています。エア圧は 0.2 メガパスカルです。パナロックのホワイトでベースコートを行います。使用エアブラシ混合比エア圧はアンダーコートと同一です。先ほどから二液ウレタン塗料の混合比を説明しておいてなんですが、二液ウレタン塗料はエポキシレジンと違い混合比に寛容です。シビアに考える必要はありません。ただし強制乾燥をかけないと硬化に時間がかかります。蛍光イエローを塗装します。塗料は GSI クレオスのミスターカラー。エア圧エアブラシの変更はありません。塗料の希釈にはラッカーシンナーを使い牛乳より少し緩い程度の粘土に希釈しています。蛍光オレンジを塗装します。塗料は GSI クレオスのミスターカラーで塗装条件は蛍光イエローと同一です。蛍光グリーンを塗装します。塗料は GSI クレオスのミスターカラーで塗装条件は蛍光イエローと同一です。
トの最終は二液ウレタン塗料パナロックのオートクリアーです。塗装条件はアンダーコートの時と同一です。二液ウレタン塗料は粘りが強く、高いエア圧でないと吹き付けできないと聞くことがありますが、そうなんでしょうか。私の経験では適正に希釈すれば特に問題なく使えてきましたし、塗料メーカーの説明にも希釈を制限するような事項は見たことがありません。少なくともロックペイント、関西ペイント、ベストの二液ウレタン塗料は希釈しても問題なく使えました。皆さんはどう思いますか？トップコートはトップコート専用クリアパナロックのハイパークリアです。塗装条件の変更はなしですが、塗料の混合比はハイパークリアに合わせて変化します。重量比で取材さんに対して専用硬化剤1、シンナー5です。塗装が終わったので食器乾燥機で強制乾燥し硬化を待ちます。塗膜硬化したルアーにルアーアイをつけようとしましたがはまりません。しょうがないので 5mm のダイヤモンドビットで削ります。レースコートまで削れヒノキの色が見えちゃってます。とりあえずラインアイ、フックアイについている余分な塗料を削り取ります。アートナイフでアイの根元に切り込みを入れ、アートナイフの刃先で外側に引っ張って剥がしていきます。刃先が横を向いているので手を切る可能性は低いですが、刃先と手が近づく作業なので注意してください。タングステンシンカー部分もアイと同様に塗装を剥がします。ヒノキが見えていますがアンダーコートが残っているので防水はできています。アイホールの再塗装はしないことにしました。このまま普通に組み立てると結構目立ってみっともないのでセコ技で目立たなくします。ルアーアイにバスデーのゴールドを使います。これだけで驚くほど目立たなくなります。どうですか？目立たなくなってますよね。剥がれ止めにセルロースセメントを流してアイの取り付け完了です。フックを取り付けます。今回はオーナー張りカルティバ STX45ZM10 番とスプリットリング1番です。こんな感じです。完成重量 10.9g です。今回の動画はここまでです。面白かった、参考になったなどありましたら、チャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは、ご視聴ありがとうございました。